ギャルトラベラーの稲です。今回はオマーン航空に乗ってみたいと思います。今回はねエコノミークラスでドバイまで行きます。便名なんですけれどもマスカット発ドバイ行きの WY611 便に搭乗したいと思います。フライト時間はね1時間なんですけれども、搭乗時刻がね出発の1時間前に搭乗時刻になってまして、それで今から搭乗するという形になります。それでは動画スタート。マスカット空港ね、結構外観すごい綺麗。こんな感じ。めっちゃ綺麗。やっぱ中東ですね。ピカピカしてて綺麗。はい、マスカット国際空港到着いたしました。今からね、オマーン航空のエコノミークラスに乗ります。プレミアクラスはね、なんか多分荷物運んでくれるんだと思う。すごい。ファーストビジネスオンリーって書いてある。ファーストビジネスオンリー。入れるのかな。なんかね、到着した時はあんまりなんかちょっとなんか独特の怖さあるって多分ずっと言ってたと思うんですけど、夜になるとねライトアップされてめっちゃ綺麗ですね。中東の空港って感じ。めっちゃ綺麗。全く怖さないし、みんなが治安いいって言ってる意味が分かります。こんな感じですごい整備されてるし、めっちゃ綺麗ですね。地面もすごいし、天井もやっぱ綺麗。ピカピカですね。なんだろう、全然怖くない。なんか怖かったんだよね。なんでだろう。結構充実してそう。お土産とかもワールドプラグもあって。ないね、磁石探さないと。すごいですね。なんかめっちゃ綺麗だね。でもファーストビジネスクラスは、オマーン航空のファーストビジネスクラスはやっぱり別カウンターがありました。もうね、やっぱり中東の航空会社はどこでもあるんですね。さすがですね。あ、すげえ I love オマーンって書いてある。こんな感じでね、ビジネスクラスのチェックインがありますね。奥にね、多分ファーストクラスはまた別にあるんだと思います。私たちはエコノミーなのでセルフチェックインから始めていきたいと思います。こんな感じでね、右側がファーストクラス、ビジネスクラスのカウンターになってます。 A がファーストクラスで B が、ビジネスかな。で CD、E がエコノミーか、 CD がエコノミーで E からは他の航空会社かな、多分。こんな感じ。ここは出発階になります。一番上の階ですね。こんな感じで真ん中にあれがありますね。どこに行くよみたいなのがあります。で真ん中に I love オマーンありますね。ということでセルフチェックインしたんですけれども、なんか荷物が重量オーバーって表記されてて 15.5 キロぐらいしかないのに重量オーバーって表示されたんですね。さすがにそれはないと思うんで、今またね並び直してるの、友人カウンターの方に。で友人カウンターの方がね、なんとね2人1人か、窓口1つしか開いてなくてですね、めっちゃそれで並んでてね。で搭乗時刻まであと1時間切ってんですね。まあこういうところだなって思いますね。はい、ということでね、無事出国できたんですけど、まずチェックインにめちゃめちゃ時間がかかりました。この後ねドバイに行って、そこから香港でエミレーツで帰るので、それのせいかもしれないんですけど、まずセルフチェックインで並ばさせられて、セルフチェックインした後に荷物が預けられないということが発生しまして、友人カウンターに人がいまして、そこでですねめちゃめちゃ時間かかって30分以上は余裕で並んだかな。めっちゃみんなイライラしてましたね。でその後ですね出国ですね。出国はねそんな時間かかなかった。あんまり時間かからずに出国無事できました。特に聞かれることもなくね無事出国して、その後にね保安検査という形で、保安検査なんですけれども、マジ係員が無能、めっちゃイライラしましたね。なんか早く流せばいいのに、あなたが止めてるのにずっとヘラヘラしてて、そこもちょっとイライラしましたね。でなんかねちょっとねなんか怪しそうな行動をしてたので、ずっと見張ってた感じになります。危ないよね。普通に荷物とか取られたらシャレになんねえじゃん普通に。だって最近そういうの流行ってるしさ、日本でも。なんかそれもチェックしてたら、なんか
いや先に行ってみたいな感じでヘラヘラされましたっていう、めっちゃ腹立ちましたって感じでですね、まあ、めっちゃブチ切れしたんですけど、という感じで出国できました。でですね、クイーンなんですけど、普通に1時間搭乗時刻では1時間切ってたんですけど、なんとね印刷のところにねゲートの番号が書いてなくてですね、なんかどこから乗るのか分かんないので、とりあえずインフォメーションセンターで聞いてみたいと思います。もうね搭乗始まっちゃうんだよね、やばい。なんか1時間前に搭乗なの、チケットが。そんなことあるってぐらいなんですけど、ラウンジ行きたかったんですけどね、チェックインに時間がかかりすぎて無理でした。私はね磁石を集めてるんですけどね、それを探すだけでもめっちゃ一苦労。全然お土産屋さんなくて、あ、やっとあった。制限エリア外のねところにもお土産屋さんはあったんだけど、マグネット売ってなかったの。あったラッキー。こんな感じ、オマーンのお土産コーナーこんな感じ。どれがいいのこれね、これどれがいい？こんな感じ。あ、こっちもある。あった。一緒かなこれ。一緒っぽい。一緒かな。ラブではないよね。こんな感じ。品揃えはあんまないですね。やっぱラクダと海って感じなのかな、見た感じね。はい、オマーンの国旗がついたマグネット買いました。特にね欲しいものがなくて、見た感じでわかるかもだけど、なのでとりあえずこれにしました。ということでもう搭乗始まってるっぽいので行きたいと思いますね。見て、全然さゲート番号が書いてなくて、あ、でも書いてあるのは書いてあるんだ。書いてあるところもあるんだけど書いてないところ多いですね。よくわかんない。なんだこれ。ほら見て、右側書いてあるところもあるけど書いてないですね、私たちが乗るやつは。なんでかね、遅れてんのかもわかんないですね、何が書いてあるのか。みんな待ってるけど、ラウンジ行けなかった。行きたかったんだけどね、最悪ですよね。すいませんね、見たかった方ごめんなさい。でもね書いてないから、まだラウンジでゆっくりできるっちゃできるのかもだけど、もうちょっとねチェックインがねスムーズにできるようにしてほしいよね。あと保安検査ね。ということで、オマーン航空のエコノミークラス乗ってきます。ゲートはね係員の方に聞いて A8 でした。言わなきゃね、聞かなきゃ分かんないと思う多分。めっちゃ綺麗ですね。こんな感じで空港はリゾートって感じ。はい、行ってみたいと思います。乗ってみます。はい、こんな感じでね、オマーン航空はねゲートが開いてはいるんですけど搭乗が始まってなくて、エスカレーターでね下がって搭乗ゲートで椅子とかがある感じになってます。今の時間なんですけど、出発のね30分ぐらい前なんですけど、まだ搭乗ゲートが開いてません。ボーディングがね1時間前になってるのに、出発30分前になっても全然開いてない。でなんかさ、機材がね目の前にないんですよ。だから機材の到着が遅れてる可能性がありますね。でそういうのアナウンスされないのかな。なんか不思議な空港ですね、とても。だからそういうところはやっぱりね中東の中でもちょっとレベルが低い感じの、航空会社っていうか、空港だからどっちがどっちなのか分かんないんですけど、そういう感じになってますね。ですね、ラウンジ行けたって感じですね。もうなんかでもね遅れるっていう放送もね全くないんですね。でね、ゲートが書いてないのも不親切だしね、遅れるとも何も放送もないのも結構不親切だなって思うんですよね。多分誰も知らない。目の前にね機材がないんですよね。ラウンジ行けたよ。なんかラウンジもねちょっとPP ラウンジだからか分かんない。PP ラウンジの割にっていう意味かも分かんないんですけど、結構いい、評判はそこそこいいらしくてですね、そこもちょっと気になってちょっと行きたかったんですけどね。ということでまた報告していきたいと思います。出発時刻のね20分前なんですけど、飛行機がね見当たらないですね。到着してませんよねこれ。何事？遅れんのかな。マジエミレーツのラウンジ6時間滞在できるはずだったのに。マジかよ。飛行機がねやっと到着しました。こちらねボーイング 737-800 だと思うんですけど、時刻がね20時5分ですね。搭乗の15分前にやっと到着しました。これそのまま乗れんのかな。
今到着やっとしたのかよくわかんないんですけど、全くね遅れますっていう放送もないんですよね。係員の人にねどんぐらい搭乗遅れるか聞きに行ったんですけど、あと15分で乗れる、あと15分で乗れるって言ってるんですね。で今の時刻が20時15分ですね。あと搭乗まで5分、搭乗っていうか出発まであと5分になってるんですけど、まずその時点で遅れてるのに何の放送もないっていう激ヤバ航空会社でございます。でなんかねちょくちょく放送はあるんですけれども、遅れるって放送じゃなくて、なんかここら辺でタバコ吸わないでくださいとか、なんかそういう感じのなんか案内みたいな放送しかなくて、その搭乗時刻についてはね何一切ね触れられてないんですね。もうね出発時刻からもうすでに10分ぐらい経過してるんですけれども、マジ何も言われてないし、さっきあと15分で搭乗できるって言われてたけど、それも何も言われてない。もう多分15分ぐらい過ぎちゃってるし、クソ航空会社ですね、とても。なんかさ、言ってくれないの不親切じゃない、遅れるとかさ。なんかこんなにさゲートの前のこの勝手椅子で待たせるっていうのが失礼ですよね。まあ私はねエコノミークラスなんですけれども、多分ビジネスクラスの人もねもう普通にね搭乗時刻が遅れるっていう案内もおそらくないんですね。なのでですね、これはねめちゃめちゃ失礼な航空会社だなと思います。だってこのさ待ってる間こんな硬い椅子で待たせる意味もよく分かんないしね。ラウンジ入れたしね、こんな1時間もさ前に来させる割に。だから遅れるの分かってるのになんでこういうことしてんだろうなって思いますね。もう無意味じゃん、普通に無意味なことをしてるクソ航空会社ではあります。中東だからしょうがないでしょとか、なんかどこどこだからしょうがないでしょみたいな感じのことを言ってくる人たまにいるんですけど、そういうのが一番うざいんですね。そんなん知ってんだよでもだとしたらフルサービスキャリア名乗んなとか思うしね。普通格安でもさ普通案内ぐらいはあるからっていう思いますね。今の時刻がですね20時33分、出発時刻の13分遅れでやっと搭乗できます。なんかオールパッセンジャー搭乗みたいですね。やっと搭乗ですね。もう16分も過ぎてるから1時間ぐらい遅れちゃうかな。到着30分は少なくとも遅れるかなって感じはするけど、ここのゲート来る前に確認があったけど、搭乗の時も一応ボーディングパスちらっと確認がされました。ちらっとだから本当に見えてたのかもうよくわかんないけどね。とりあえず搭乗してきます。はい、機材はこちらですね。めっちゃ反射しちゃって見えないんだけど、なんかベトナム航空とシンガポール航空を合わせたみたいなデザインですね。はい、ということで着席いたしました。こんな感じでねモニターありの機材になってまして、足元はこんな感じ、全然狭くもないですね。ビジネスクラスはね12席ございました。でエコノミーは何席か分かんないんですけど、こんな感じでね椅子の座り心地はね普通ですね。硬くもなくめっちゃ柔らかいわけでもない。で座席ポケットが2箇所ありますね。でこれですね、今回の機材 737-800 でございます。こんな感じ。色はめっちゃいいよね。普通にモニターのね言語の設定なんですけど、イングリッシュとアラビア語になっております。でねフライト時間かなが書かれてますね。テレビ、ムービー、テレビ、ミュージック、ゲームス、ラジオがございます。ムービーはねアニメかな、アニメとカートゥーンネットワークのやつとこんな感じで分かれてますね。でもみんな知ってそうな感じのやつが多い。ハリウッドこんな感じで、コメディとかドラマもありますね。アクション、結構種類は多いかな。でも新しいのなさそうな感じですね、雰囲気的には。ちょっと私が詳しくないので分かんないんですけど、こんな感じ。テレビもございます。こっちのバラエティかなって感じ。
で戻って戻る。ミュージックはこっちの音楽ですね、絶対。はい、こんな感じ。ロックとかポップロックなどいろいろありますね。あ、そういえばね、イヤホンもらってないな。イヤホンもらってないからみんな聞けないですね。これどうやって聞くんだろう。言ったらもらえるのかな、わかんないけど。こんな感じでゲームもたくさんございます。でラジオもありますね。ラジオもあります。モニターで見れるのは以上かな。 Wi-Fi とかはね、なんか特についてなさそうですね、この感じだとね。座席の間隔もそんなに狭くないので、まあでも言うてね1時間の距離なのであれなんですけど、ただいまの時刻が20時52分です。出発からね32分遅れかなんですけど、まだ搭乗は完了しておりません。今ね、なんかアナウンスあるんですけど、マジで何言ってるか全く分かんないですね。音が小さすぎるし、なんか機内ざわざわしすぎて、なんか何言ってるのか全く聞き取れないですね。 CA さんがね多分2人ぐらいしかいないんですけど、めちゃめちゃね、なんか女性の CA さんのデザインは結構可愛かったですね。服の感じとかエメラルドグリーンでめっちゃ可愛かったです。でですね、オマーンの紹介とオマーン航空の紹介があるんですけど、オマーンの紹介から見てみますか。こんな感じで、やっぱ海をしてんのかな、海と山って感じですね。何オマーンナイトってなんかあるんかな、オマーンナイト。オマーンエアの方もね見ていきますか。アバウトオマーンエア、1993年にできたらしい。なんかねデザインはねなんかいいですよね。なんかでもシンガポールの航空のロゴに似てんだよな、これ。この鳥っていうのは分かるんですけど、ペリカンみたいなこんな感じでね、ビデオオマーンの紹介ビデオみたいなのが勝手に始まりました。なんかよく見たら機内の安全ビデオっぽいですね、これ。なんかさ、たまにさこうやってさ機内じゃない場所でさ安全ビデオを紹介するやつあるけどさ、分かりづらくねそれ。足元のやつ船とかで言われてもって感じ。全体的にねアナウンスの音が小さくてね、何言ってるのか聞こえないですよね。全然ガヤガヤしてるからすごい。
これ待って、リピートだ。2回目ですね。何回やんのこれ。これ戻せないのこれ。こんな何回も放送することある？戻せねえし。こんな2周することある？安全ビデオ初めてなんだけど、これはさすがに。21時5分ですね。やっと出発いたしました。予定の出発時間より45分も遅れて出発です。到着は必ず絶対遅れるよね。はい、こんな感じでね、オマーン航空の紹介がたくさんあるんですけど、フリート情報、機材ですね。2種類しか持ってないの？ボーイング737と787しか持ってないみたい。787、でもファーストクラスないのってことは、そんなことないか。789はファーストクラスがある機材になってますね。こうやって見ると788はね、ビジネスとエコノミーしかないみたい。また広告かよ。こんな感じで CA さんの服でペリカンみたいだよね。機内が暗くなってきました。時刻はですね、もう一瞬で終わった。21時9分。登場してから20分ぐらいかな、約で。788、789で737があって、737の方はね、この機材ですね。737、800。でもこれ737、900もあるのかな。でこちら737、900の方がビジネス12席とエコノミー171席。分かんないな、どの機材か。後で調べます。737、900、あれ800、900、7378、この可能性もあるのか。違い分かんないですね。やばい、間もなくね出発しますね。フィードバックだって。フィードバック皆さんしてあげてください。評価的には絶対低いと思いますね、普通に考えて。でホリデーズ何これわかんない。でここね、なんかねラウンジがね、そのマスカットにあって、結構見た感じ、この写真の感じだとさ、結構いい感じに見えるけど、どうなんだろう実際は。行ったことある方いたら教えてください。こんな感じらしい。でマスカットとサラーラっていうオマーンの南部の方にあるところですね。南部の方の空港にもあるみたいでね。あとバンコクにあったんだって。でもバンコクはさ、ワンワールドに乗ってないので入れなかったんですけど、バンコクにもあるのは結構衝撃ですね。そんなバンコクとオマーン飛ばしてんのかな。でこんな感じで細かく乗ってはいますね。マスカットエアポート結構ね、マスカット空港ね綺麗なんだよね。めっちゃ見た目も中東っぽい綺麗さがあるけど、でもチェックインまでにめちゃめちゃ時間かかるのがクソですよね。フィードバックのページあったのにページが見つかりませんって表示されましたね。評価させる気ないじゃん。そうだね。ピーポーとか載ってるけど、何ピーポーって。こんな感じですね。 CA さんの服装かわいいよね。なんかやば、もう評価させる気ねえじゃん。こんな感じかな。全体的に飲み物とか配られるのかな。なんかそれすらよくわかんないですね。一旦こんな感じかな。情報に関してはって感じですかね。これあれじゃない？ビジネスクラスアワーキャビンズコース、ご飯のコース。
Wi-Fi もある機材もあんのかな。これついてないと思うんだよね、このやつ。なんとですね、オマーン航空ね、このね不親切さ、このサービスのクソさで2024年と2023年と2024年5スター取ってますね。2025年取ってないからクソだったってことか、去年は。2021年と2024年と2021、22、23、24までしか取ってないってことか。去年は取ってないってことじゃん。2025年ってこれからの発表なのかな。2025年を終えての発表になるんですかね。ちょっと詳しい方いたら教えてください。ということでね、5スターを獲得してる航空会社ということで、結構意外ですね。なんかまずチェックインの時にあんだけおっせえのもやばいし、まず遅延することを、報告しないのもやばいし、ゲートが書いてないのもやばいし、なんか全てがやばいんですけど、あ、やばい、離陸しますね。離陸です。はい、離陸しました。時刻は21時16分ですね。やっと離陸しました。マスカット航空の 3D マップはこんな感じになってます。マスカット航空じゃない、オマーン航空ですね。オマーン航空の飛行機の形になっております。離陸の際はね、揺れることもなく無事離陸できました。ですね、ちょっと私は今通路側の席なので窓側全然映せないんですけど、めちゃめちゃ夜景綺麗ですね。でね、51分なんですよ、到着までなんですけど、機内食どうなんだろうっていうところありますね。提供されるのかな。飲み物とか軽食っていうかスナックとかが出されるのかな。ちょっとどうなんだろう。リクライニングはね倒せたんですけど、すっごい硬かった。リクライニング倒すだけでも。でも結構ねめっちゃ適当な航空会社ではあるので、なんか逆に楽なのかなと思います。なんか適当に何してても何言ってても怒られないし、なんかシートベルトの確認もね1回だけさーっと確認して終わりだった感じでした。しかもなんかだいぶ案内してない時に、なんかもう本当に動き出したぐらいの時にもう適当に見る感じでした。まあでも50分だしね。はい、ということで機内食どんな感じなのかちょっと気になります。またシートベルトサインがたどれたら言いたいと思います。21時22分ですね。出発から10分ぐらいかな、5分かな。やっとシートベルトサインが外れました。なんかみんな無駄にシートベルト外してておもろいですね。で機内も明るくなりました。さっきまで真っ暗だったけど明るくなりました。とね、機内食が配られました。とね、サンドイッチなんですけど、チキンかベジタブルのサンドイッチになります。あとね、お水はねこちらになります。こんな感じ。蓋が閉まってるやつ。やっぱロゴさシンガポールに似てるよね。ちょっと食べてみます。美味しいかな。私はチキンにした。黄色いなんかキャロットみたいなの何？絶対チキンの方が美味しいよ。あーすごい、マヨネーズの匂いだ。食べてみます。普通に美味しい。ハムマヨみたい。マヨネーズめっちゃまだな。なんだこれ。美味しいんだけど、なんかねベジタブルがねめっちゃオレンジなのね。やばい、ベジタブルがめっちゃオレンジなのね。ちょっと食べてみます。何の味？カレーだ。カレー味だ。美味しい。50分で提供されるのすごいよね、普通に。
まあそういうルールなんでしょうけど、でも普通に美味しいです。めっちゃ断面キモくてごめんだけど、こんな感じ。中はなんか黒いね。こうやって見せない方がいいかも、黒いからなんか前の人がね2食分もらってました。でも別にね余ってたら多分くれると思います。結構そういうところは融通ききそう。はい、ということでですね、今の時刻が21時42分ですね。シートベルトサインがつきまして、リクライニングを戻してっていうことを言われました。でもね、リクライニングのね完全に直しきってない人周りに何人かいるけどね、全然査定甘いですね。適当だわマジで。21時44分ですね。またね機内は暗くなりました。こんな感じで到着まであと何分なんだろう。到着まではあと30分って書いてある。今ね飛行機がね一周し始めてます。くるって回ってます。すごい揺れてます。すっごいガタガタしてる。ずっと風強いのかわかんないですけどめっちゃ揺れてますね。ガッタンガッタンしてます。めっちゃ映っちゃうわ。もうすぐ着陸です。なんか反射しなくて済んだ。若干してるか。着陸します。おお、ちょっと揺れた。はい、揺れました。22時7分ですね。着陸いたしました。どんぐらいかかるんだろう、ゲートに着くまで。結構うるさいな、ガタガタ。はい、ということでまたゲートに着いたら報告したいと思います。22時18分ですね。シートベルトサインが消えて乗客一斉に降りようとしてます。エコノミーの座席はこんな感じです。こんな感じでした。ここら辺はあれだね。ビジネスクラスはねこんな感じで12席ですねございます。多分満席でしたね。到着してからねボーディングブリッジが出るまでなんか10分ぐらいかかりますね。結構時間かかりました。ということで今からエミレーツ乗っていきたいと思います。はい、ということでね今回はオマーン航空初めて乗ってみました。搭乗時刻がね遅れてしまうことはしょうがないと思うんですけれども、なんか放送がなかったのはね結構ねどうなのっていうところはあります。チェックインカウンターの方がですね結構混雑してて、自国の自分の国の一番代表的な航空会社なのにこの感じどうなのっていうのはすごい思いましたね。もっと人を増やすかもっとテキパキ案内してほしいなと思います。そうですね、そのチェックインの際にですねワンワールドの上級会員のなんかレーンがあったのはあったんですけど、そこがなんか閉められてて全く機能していない状態でした。せっかくね資格持ってる方たくさんいると思うので、そういうところはどうなのってまた改めて思いましたね。ビジネスとファーストはまた別のゲートっていうか別のカウンターになるので、またそちらは人をたくさん雇ってるのかもしれないですけど、それ以外のね対応がね結構あんまり良くなかった印象にあります。はい、ということでオマーン航空の感想でした。皆様もぜひ利用される機会はいろいろ注意してください。やるトラベラーのゆなでした。バイバイ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。